どうも、こんにちは。ダビデです。困難の中から助けられたお話ということで、私が体験した話をしていきます。人とは誰しも孤独というものに悩まされることがあり、これが原因で病気になってしまう人や、中には死を選ぶ人もいます。私はこの孤独というものが大嫌いです。中には好きだという人もいますけど、皆さんはどうでしょうか。今から13年前のちょうど西暦2000年、私が19歳の時です。当時半年間住んでいた広島の親元を離れ、その年の8月4日に東京の国分寺に引っ越しをしました。私は家族親族の中で一番親離れできないだろうと言われていて、自分でもそうだと認識していました。で、初めての一人暮らしだったんですけど、その時は一人という不安は特にありませんでした。なぜかというと、小学生時代の3年間、この東京アンテオキ教会があった国分寺に住んでいた時期があり、とても思い入れのある場所なので、ある意味里帰り的な感覚だったんですね。で、教会には知り合いや幼馴染もいて、自分は大丈夫だろうと思っていました。それから数日が経ち、教会の奉仕やアルバイトにもこなれてきて、このまま順調にいくだろうと思っていました。しかし奉仕とアルバイトが終わり、家に帰った時にふと自分は何をしているんだろう、自分はなんでここにいるんだろうという思いになり、その瞬間に不安と虚しさで精神的に押しつぶされそうになりました。教会に通い、奉仕をしているのになぜという思いが来ましたけども、確かにこの家に帰っても一人、お金はギリギリ、これといって話し相手はいないなど、基本的に孤独になる要素はたくさんありました。で、私は我慢ができなくなって、この夜中に家を出て街を徘徊し始めました。で、その時は徘徊しているという意識はなく、ただ頭の中が真っ白で心の中が空っぽの状態でずっと歩き続けていました。で、面白いことに、お腹が空くとコンビニに立ち寄って、その時の新商品だった60円の桜あんまんっていうのがあるんですけども、それを一つ買って食べて、また違うコンビニに寄って桜あんまんを一つ買って食べて、また違うコンビニに寄って桜あんまんを一つ買って食べて、それを所持金が尽きるまで繰り返していました。相当精神に来ていたんでしょうね。自殺も頭をよぎっていました。で、これではいけないと我に返って、そのまま家に帰って寝るか、教会で5時半から行われている蒼天祈祷会に出席して、寝ながら蒼天をやっている状態で一日がスタートするっていうのを数日の間繰り返していました。精神も自作感情もボロボロの状態でこの日曜の手術礼拝を迎えました。で、教会では平静を保つことができていたんですけども、内面的にはもうボロボロで、そこにいることが精一杯でした。そんな中ですね、この賛美をしている時に不思議な体験をしました。ドーンとですね、全身に電流のようなものが流れて、突然喜びに満たされて涙が溢れてきました。で、その瞬間脳裏にですね、私があなたと共にいるという言葉が飛び込んできました。で、その直後に読んだ聖書からも、私があなたと共にいるという御言葉が与えられ、心に開いていた穴が塞がったかのようにこの喜びに満たされました。この東京で一人暮らしをする前にはこの感覚というのは頻繁に経験していたんですけども、忙しさのあまりにすっかりそのことを忘れていました。で、教会で働きをしているにもかかわらず、私の心の向きが神様に対して放蕩息子のような状態だったことに気づかされて、そのことを神様に感謝して、心が離れていたことを悔い改めて、再び聖書の御言葉に戻ることができました。で、私にも皆さんにもすぐそばに
帰る場所が用意されています。ぜひですね、そのことを知って孤独から解放されてほしいとお祈りしています。それではまた。主